日本国憲法第21条を知っているか？民主主義は、情報の流通があって、初めてその機能が、十分に発揮されるものであり、そのために憲法21条1項は、表現の自由を規定し、国民の知る権利及び報道機関の報道の自由も、表現の自由の具体的権利として、認められるものである。放送局や新聞社、出版社などは、情報を国民に提供し、国民の知る権利を豊かなものとするために、表現の自由を保障され、その任務を全うしなければならない。そして、憲法21条2項は、検閲の禁止を定めているが、これは政府機関による、いわゆる表現物の発表前の検閲を、絶対的に禁じるのみならず、その趣旨から、表現内容に対する規制を、行わないことを定めるものである。政府は放送番組に対する検閲、監督などは一切行わない。放送事業者に対する規制、制限法規範を行政指導の根拠とすることは許されない。そして憲法第21条に基づいて作られた放送法第4条にはこうある。放送法第4条の公平性については、一つの番組だけで判断するのではなく、その局の番組全体で判断するものとし、恣意的な規制が行われないような判断基準が定立されている。放送法第4条についての政府の解釈を許すならば、政治的に公平であるということの判断が、時の政府の解釈により、政府を支持する内容の放送は、規制対象とはならず、政府を批判する内容の放送のみが、規制対象とされることが十分起こりうる。しかし日本では、この憲法第21条違反を取り締まるための法律も作られていない。今から80年前の日本は、まだ全体主義国家だった。1940年から1945年までの太平洋戦争当時、そして1940年までの太平洋戦争前、日本のマスメディアは、旧日本陸軍に都合のいいプロパガンダを流すだけのプロパガンダ宣伝機関だった。そして当時の庶民は皆、マスメディアが流す
旧日本陸軍に都合のいいプロパガンダを信じていた。日本は中国に侵攻し、連戦連勝している。中国の庶民はそれを歓迎している。だが真実は全く違う。日本は何年かかっても中国には勝てなかった。そして当時の日本は庶民の人権など認めない全体主義国家だ。中国の庶民の人権など認めない日本を中国の庶民が歓迎するわけがない。しかし、民主国家として復興を始めた。1960年代から1980年代までの日本のマスメディアは、現代や80年前とは違っていた。当時の日本には、戦争の忌まわしい記憶を忘れていない者が大勢いた。大勢の庶民が、戦争はもう二度とごめんだと思っていた。だから民主主義、言論の自由を絶対に失いたくない、皆がそう思っていた。そして当時の日本のマスメディアには、日本の言論の自由は、自分たちが担わなければならない。という責任感があった。だから権力には絶対に屈しない。太平洋戦争当時のような間違いは、二度と起こさない。そういう意気込みがあった。だがいつの頃からか、日本のマスメディアは変わってしまった。日本のマスメディアに、太平洋戦争を美化する者が、出演するようになった。彼らは太平洋戦争の犠牲者を、英霊だとか、国策に準じた方々、などという。だが80年前の日本は、全体主義国家で、特権階級は庶民の人権など、認めなかった。当時殺された300万人のほとんどは、人権など認められない庶民で、彼らは特権階級の言いなりになるしかなかった。当時の特権階級は、自分たちの利権のために戦争を始めて、そして特権階級は、自分たちが死ぬ心配がなかった。死んでいった300万人は、英霊でも国策に準じた方々でもない。彼らは犠牲者だ。だが太平洋戦争の真実をねじ曲げて美化する者たちを日本のマスメディアは出演させるようになった。日本のマスメディアには3つの問題がある。
一つ目は記者クラブ制度。日本のマスメディアには、記者クラブ制度があって、記者クラブに所属するマスメディアは、優先的に日本政府の記者会見に参加できる。もちろん記者会見での質問も、記者クラブ所属のマスメディアが優先される。その一方で、記者クラブに所属できないマスメディアもある。日本の利権に都合の悪いことを言うマスメディアは、記者クラブから遠ざけられ、日本政府や財界の大物の記者会見からも遠ざけられる。つまり日本のマスメディアの中にも、特権階級と非特権階級がいて、特権階級でいたければ、日本の利権の言いなりになれ。ということなのさ。いかにも特権階級意識の強い、国会議事堂の世襲議員の考えそうなことだ。だがこれは、言論の自由に対する侵害だし、特権、つまり利権が絡んでいる以上、どこかで日本の庶民に対する人権侵害にもつながっているはずだ。もちろん憲法違反だが、この憲法違反を取り締まる法律も、日本の政治家はこれまで作ってこなかった。二つ目は、マスメディアが流す広告だ。日本の民放のテレビ局では、コマーシャルを流している。民放のテレビには、コマーシャルを流すために、大金を支払うスポンサーがついている。そのスポンサーが支払う大金が、民放テレビの収入源だ。彼らはスポンサーの意向に従わなければならない。彼らはスポンサーには逆らえない。民放のスポンサーの多くは大手企業で、政治、官僚、財界の癒着の中の一部、つまり利権だ。そして一局だけある公共放送も、日本の利権とどういうつながりがあるかわからない。彼らは日本の利権に都合の悪いことは言わない。しかし本来なら、日本のマスメディアは、日本の言論の自由を守る責任を担わなければならない。民放、公共放送問わず、公的な責任を担わなければならない。マスメディアが、
スポンサーのお偉い財界人に、ペコペコと頭など下げている場合じゃない。スポンサーの意向など、聞いている場合じゃない。マスメディアが、日本の言論の自由を守らなかったら、日本の民主主義は崩壊してしまう。そしてこの問題も、政治権力が法律を作って、取り締まらなければならないが、政治権力は何十年経っても、何の法律も作ろうとしない。何の法律も作らずに、マスメディアが、自分たちに都合のいいことを言うように、仕向けている。三つ目は天下り官僚の問題だ。官僚組織というのは、ピラミッド型の組織で、官僚たちはそのピラミッドを、絶対に壊そうとしない。そして、そのピラミッドから弾き出された人材は、特殊法人や民間企業に転職することになっている。それが天下りだ。天下り官僚は民間企業で、いきなり役員クラスとして迎えられる。マスメディアが天下り官僚を受け入れれば、その天下り官僚は、マスメディアで働く従業員の人事権を握ってしまうわけだ。そして、天下り官僚も、国民の税金の利益誘導で結びついた。政治、官僚、財界、つまり利権の一部だ。天下り官僚が、マスメディアの労働者の人事権を握ったら、日本の利権に都合の悪いことを言う。マスメディアの労働者は、官職に追いやられてしまう。そうなれば日本のマスメディアは、日本の利権に都合のいいことを、国民に宣伝するだけの、宣伝機関になってしまう。国民に真実を伝えることが、日本の民主主義に重要であることが、分かっている労働者がいても、排除されてしまう。そうなれば、日本の言論の自由は破壊され、日本の民主主義も破壊されてしまう。当然これも憲法違反だが、それを取り締まる法律も、これまで日本の政治権力を握ってきた。全体主義の世襲議員どもは作らなかった。マスメディアは、今の与党に政権担当能力があって、野党には政権担当能力がないという。そんなのは嘘に決まっている。何十年も自分たちの仕事をサボってきた。ボンクラの世襲議員どもに、
政権担当能力など、かけらもあるはずがないよ。そして、2012年から2020年までの総理大臣の下で、日本の利権は、マスメディアに対する支配をさらに強めて、日本の言論の自由をさらに破壊した。2016年2月8日の衆議院予算委員会で、総務大臣は野党議員の憲法9条改正に反対する内容を相当の時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるかとの質問に対し、総務大臣は、放送局が政治的な公平性を各放送を繰り返し、行政指導をしても全く改善されない場合、それに対して何の対応もしないと、約束するわけにいかない。と述べ、政府が放送局に対し、放送法第4条違反を理由に、電波法76条に基づいて、電波停止を命じる可能性に言及した。言葉は穏やかで、もっともらしく聞こえる。だから庶民のほとんどは、気がつけなかった。しかし、この時の総務大臣は完全に、テレビ放送局に対して、自分たちに都合の悪いことを言ったら、電波を停止するという脅しをかけている。これは憲法21条に違反している。憲法第21条では、政治権力が政治的な公平性を判断することを禁止している。日本政府がやっていいのは、日本の言論の自由を守る。というところまでだ。しかし例によって、それを取り締まる法律が、日本では作られていない。マスメディアに電波停止の脅しをかけて、自分たちに都合の悪いことは言わせない。これは政治権力による言論弾圧宣言だ。2016年に総務大臣に対して、総務大臣の電波停止命令を是認する発言に抗議し、その撤回を求めるとともに、日本政府に対し、報道、表現の自由への干渉、介入を行わないよう求める声明が出ている。総務大臣のやったことは完全に、憲法第21条違反で、これは言論の自由の侵害だし、日本国民に対する人権侵害でもある。しかし、マスメディアの総務大臣に対する抵抗は、あまりにも小さかった。結局、この時の総務大臣の発言は、未だに有効だ。テレビ放送局は今でも、
政治権力による電波停止を恐れている。そして、政治権力を批判する。コメンテーター、有識者、学者は皆、テレビ番組から遠ざけられてしまった。また、他に、現代の日本のメディアの中には、インターネットもある。ソーシャルネットワークサービス、SNS だよ。SNS の情報操作は、金さえあれば、意外と簡単だ。莫大な金が必要だがね。SNS には誰でも、情報を上げることができる。その情報は、視聴回数が多いほど大勢に表示される。そして、高評価の数が多いほど、大勢に表示される。そして、その動画に、好意的なコメントが多いほど、それを見た人間に信用される。つまり日本の利権に、都合のいいことを言うコメンテーターと、彼らに対する視聴回数、そしてそのコメンテーターに対する高評価と応援コメントを金で買えばいいわけだ。今の日本は激しい格差社会だ。視聴回数、コメンテーターに対する高評価、応援コメントが、貧困層が生活費を稼ぐためのアルバイトになるなら、それをやる人間は、今の日本にはいくらでもいるだろう。それに、彼らに応援される動画に出演する。見栄えのいいコメンテーターなど、利権の力があれば、簡単に作り出せる。利権の力があれば、能なしの役立たずを、大学教授や政治家、エセジャーナリストにすることなど簡単だし、そういう連中を、いくらでも持ち上げることもできる。だが、SNS で情報操作をするとなると、何人もの見栄えのいいコメンテーターが必要になるし、そのコメンテーターの動画一本一本が何十万回もの視聴回数を稼いでいなくちゃならない。それには莫大な金がかかる。しかし国民の税金や日本銀行に作らせた金を使えば、それができる。普通の国では国家予算の使い道は国民に公表されることになっているから、そういうことはできない。しかし、国家予算の使い道が国民に公表されない国もある。例えば中国、北朝鮮、そして日本がそうだ。再生リスト16に続きます。